どうした金子でございます。ということで今日なんですけども、もうこの時期といったらもう潮干狩りですよね。今年もこの時期がやってまいりました。去年はハマグリをよく取ってたんですけど、今年は日本一のアサリと言われている鍛冶島のアサリっていうのを狙っていきたいなと思います。鍛冶島っていうのは愛知県のここら辺にある無人島なんですけど、ここの周りで取れるアサリが、日本一美味しいって言われてるんですよ。で実際市場とか行くと鍛冶島のアサリ売ってるんですけど、もう鍛冶島だけもう別格に値段が高いです。普通のアサリのほんと倍ぐらいします。なので今日はね、超高級鍛冶島アサリを狙っていきたいと思います。量より質でいきます。いいアサリを食べれる分だけ取っていきたいと思います。ほんで無人島なので渡し船で一回その鍛冶島まで行く必要があります。なので船に乗っていきましょう。よし。うわ、めっちゃ魚おるわ。見ちゃうね、どうしても。やっぱこれは意外ともっとちっちゃい船かなと思ったら割と大きな漁船みたいな。お願いします。底引き網の船だ。アサリが待ってるな。出港。この島だ。これが鍛冶島。ほらみんな撮ってるわ。ほらもう先客の方がいっぱいいます。ここが鍛冶島。よし、上陸しましょうか。よし、上陸。うわ、なんか綺麗なところ。めっちゃいいビーチもある。ほら、うわ、これいいビーチだ。アマモも生えてて、アマモが生えてる海っていうのはいいんですよ。栄養豊富で、もうお金を払えばもうどこでもやっていいらしい、島だったら。ほんでこういう潮干狩りに来た時のポイントなんですけど、人がいるところに行くっていうのがこれね、一番ポイントなんですよ。例えばああいうところ、人がいなくてあそこ取られてないじゃんって思うかもしれないんですけど、人がいないところにはアサリはいません。アサリがいるところにベテランさんとかも行きますんで、特にプロっぽい人がいるところに行くと結構アサリの巣があったりしますね。さあ来ましたと。ほんで潮干狩りにもルールがあって、例えば除連っていうなんか網がついてる器具は使っちゃダメとか、あとザルは使っちゃダメとか、その潮干狩り場によってそういうルールがあります。なんでそのルールにのっとってやっていきましょう。ここはね、除連もダメでザルもダメなのかな。なので熊手と軍手、この軍手をねこうやって厚手の、わかります？このゴムの厚手、こういうのがいいですよ。なんでかというと牡蠣とかが石に付着してて、それで手切っちゃいますんでね。素手じゃなくてこうやってちょっと厚手の手袋。ほんでこれめちゃめちゃ掘られとるわ。ここわかりますか？ここら辺、これもう砂がこう巻き上がっちゃってますよね。こんなとこはもう絶対いません。誰もここで掘ってないですよね。なんでこのライン、みんな掘ってるところ行きましょう。ちょっとここら辺で掘ってみましょうか。これ素手だな。取れる。もう取れた。ほらお、すげえ。ほら見て、これアサリ一すくいで123つも取れましたね。アサリとちょっと違うんですけど、これがね鏡貝っていう貝ですね。ちょっとここら辺の水に浸かってないとこ掘ってみましょう。いや割とね取り尽くされてると思うんですけどね。何これ、なんか誤解みてえな、誤解じゃねえやつ出てきた。初めて見たな。やっぱね取られてる。ここら辺は鏡貝は出てくるね、こうやって。さあちょっとね深場の方に来ました。うわ、でけえ今日一じゃない。ここ当たりだな。てかね、熊でいらんわこれ。意外となんかその牡蠣がいっぱいないんで素手に優しい。ここの場所ってもう岩がゴロゴロなんで、ちょっと上級者向けかも、この潮干狩り場は。いいね。お、何これ。でっけえ貝だと思った。これはちょっとさすがに持ち帰るか。うわ、すげえ取れる本当に。ほんでこれどちらかが殻です。どっちだと思いますか？それ分かる方法が、ぶつけ合うんですよ。でこの音、このカラカラカラっとする音が鳴るとどっちが外れです。正解はこっちが外れでしたね。ほら空っぽ。でもこういう空っぽはできるだけ取ってる段階で弾いていく。お、でけえ。これもでかいな。いいアサリ。ほらもう殻もね結構ある。3つのうち1個殻って感じですね。で袋もらったんで、その袋満タンまで取っていきましょう。はい、というわけで10分ぐらい掘りまして、こんな取れた。すごないですか？ほらここら辺とか超でかいですよね。ちょっとなんか生き物探してみよう。なんか魚いっぱいいるわ。なんかハゼみたいな。これ何？トッポじゃないこれ。
ほら赤西だ。赤西がおった。これもうまいんですよね。これボイルするだけでうまい。これは黒ナマコだ。ピューってしてます。黒ナマコって乾燥させると超高級食材なんですよ。これはヒトデちゃん。この人でよくいますね。こいつ見ると海に来たって感じ。やっぱ楽しいな、潮干狩りって。ここら辺でもおると思うけどな。ちょっと掘ってみようか。でも硬いな。こっちいない。全然いないですね。やっぱりみんなが掘ってるところ、そこが多い。さあ終わりましたと。結構取れましたよ。この袋満帆に入るんじゃないかな。結構入るんだよね、この袋が。ここで下にどんどんやってこうやって入れていくと、粒がでかい。本当にギリギリ入るな。これ絶対殻も入ってるからな。殻は家で選別しましょうか。ここら辺のちっちゃいところは逃がしていきましょう。ちょうどぴったりだ。 OK。 よし、そしたらこれを家に持ち帰って砂抜きをします。砂抜きしてから料理しましょう。よし、それじゃ帰宅。ただいまということで、本日の食材がこちら。取ってきたアサリたちっていうことでね、結構揚げちゃったんですけど、割とたくさん入ってます。測ってみたらね、6キロぐらいありましたよ。これがね、1日砂出しをしてあります。これボウルにそのままバッと入れるんじゃなくて、ザルを1枚かますことによって、吐いた砂が下に落ちて、もう一度吸い込まなくなります。で、この海水なんですけど、現地で取ってきた海水入れてあります。家でお水とお塩で人工海水作って砂出しをするやり方もあるんですけど、やっぱりね、現地の海水が一番元気よく砂を吐いてくれると思いますんでね。よし、そしたら今日はこちらの梶島産のアサリを使って、アサリのお吸い物とアサリの酒蒸し作っていきたいと思います。今日は最高のアサリなので、もういらんことせず、お吸い物でどれだけ出汁が出るのかと、酒蒸しでどれだけ旨味が濃いのか、こちら楽しんでいきたいと思います。ほんで、ちょっと言い忘れてたんですけど、今の時期って身が入りすぎちゃって皮が薄いんですよ。なのでこういう風に割れちゃうんですよね。で、こうやって割れたやつも食べれるんですけど、注意した方がいいのが、1日以上常温で砂抜きすると、この割れたやつからすごい匂いが出てくるんで、もったいないんですけど、取れたてアサリの割れてるやつは避けた方が無難かもしれません。で、今日取れた貝類を見ていきましょうか。結構種類取れたんですよ。まずエントリーナンバー1はもちろんこれアサリですね。梶島の高級ブランドアサリで、2つ目、まさかのこれ大アサリ取れました。大アサリのちっちゃいやつですね。取れたっていうか、これいただいたんですけどね、大アサリ取れたぞっつって。で、大アサリにちょっと似てるんですけど、これがね、鏡貝っていう貝ですね。別名もち貝とも言います。食べれないことないんですけど、あんま食べないですね、みんな。割と避けてますね。で、次こちら。これが一見赤貝に似てるんですけど、おそらくサルボウ貝っていう貝だと思います。赤貝より多少味が落ちますね。佃煮とかにするとすごい美味しいですね。で、次こちら。じゃん。これがね、鬼アサリっていう貝ですね。鬼のアサリ。いかついですね。この貝はうまいんですよ。でもちょっと食べると口の中がピリピリっとするって言いますね。僕はね、あんま分かんないです。で、これもね、いただいたんですけど、多分これ大野貝だと思います。ミル貝に似てるんですけどね、これめちゃ珍しい。初めて見ました。ほんで、これ本当にどう調べても分かんなかったんですけど、これアサリなのかな。これピンクっぽい貝なんですけど、もう中身がパンパンでもうはち切れそうなんですよね。なんかアサリとは違うんですよね。大アサリの違いかなとも思いますね。で、あとこんなんもいっぱいいました。意外ですね。ムール貝みたいなやつ。黒鯛の大好物ですね。大体こんなもんでしたね。はい、そしたら今から爆弾チェックをしていきます。恒例ですね。爆弾っていうのは、一見殻は閉まってて身が入っているように見えるんですけど、実は中が殻で、殻どころか中に泥がパンパンに詰まってるもの、そういったものとか、あと腐ってるもの、それを爆弾と言います。匂い嗅いだ感じね、腐ってるものはなかったですね。でも取れたてのアサリでも腐ってるやつがいるんですよ。なんでかというと、前日に潮干狩りをしに来たお客さんが熊手でガリガリして、でこういう風に割れちゃって、でその次の日になるとどんどん中が腐ってくるんですよね。こういうので取れたてでも臭いのがありますんで、嗅覚を信じて自分の嗅覚でチェック。もう腐ってたらものすごく臭いんでね。匂いがなかったら次は泥爆弾のチェックですね。この上からパラパラパラっと落として、この泥がついてないかなっていう判別方法もあるんですけど、ちょっと今の時期のアサリは殻めちゃめちゃ柔らかいし、今日のこのアサリ特に殻が柔らかい。身の入りが半端じゃないんで、殻が割れちゃいますんで、慎重に手でこうやってやります。この音は全部入ってます。入ってる音。取るときだいぶ気をつけたんでね、あんまないと思うんですけど、
これも大丈夫ですね。で、爆弾が入ってたら手が泥だらけになります。カランカランカラーンっていうので、なかなかないですね。あ、わかりますこの音。これなんかちょっと様子がおかしい音になりましたね。これ詰まってますね。あ、でもこれ割れてるだけですね。割れてたりしてもこういう変な音します。まあ、このぐらいの割れだったら僕食べちゃいますね。こうやって手でこうやってやるやり方もあります。もう慣れてきたらもう早いです。カラ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 。ほら、ちょっとあれ泥が出てきましたね。わかりますか？手がこう泥だらけになるんですよ。これ中にやばいやつ入ってます。ほら、手がジャリジャリになってます。そういう時はこうやって吟味していくと。これだな、こいつだ。ほら、こいつが料理に入ると、その料理すべて台無しになります。考えてみてください。この量の海の砂がお味噌汁に入ってたら、もう寒気がしますよね。なんでこの爆弾チェックは本当にもう一番時間かけていいですね。料理より時間をかけないといけない作業です。こんな感じでどんどんチェックしていきたいと思います。はい、では爆弾処理が終わりました。5個も爆弾が入ってましたね。取るときに気をつけとっても入っちゃうんですね。でもよっぽどこの中にはないと思います。で、今から最終チェックします。最終チェックはとにかく洗うです。これざるに入れて、で、ここできれいに洗っていきます。割れない程度にね。あと裏に。で、これ爆弾が入ってると、もう露骨に砂が溜まります。こんだけやっても出てこないんで、これ大丈夫ですね。はい、こちら綺麗に洗われて選別されたアサリちゃんたちですね。そしたらこちらで、まずはお吸い物を作っていきましょう。そして砂抜きした直後のアサリは、アサリの体内の中に海水が少し含まれてるんで、自分の思ってるより塩分強めになるんですよ。それを見越してちょっと塩分少なめで作っていきます。で、その海水を抜きたい場合は、塩抜きって言って、こういう風に洗ったアサリをザルの上に乗せて、冷蔵庫で1時間ぐらい置いとけば、アサリが自動的に少し口開けて、そこから海水が落ちて、下に落ちてきますんで、塩抜きしてもいいかもしれません。僕はね、そこまで気にならないんで、このまま使っちゃいます。はい、まずお鍋に、もうベースは昆布ですね。戻し汁ごと入れます。もう昆布のグルタミン酸とアサリの琥珀酸、これは相性抜群です。そしたら昆布を沸騰直前まで加熱していきます。はい、そしたら沸騰手前になったんで昆布を取り出します。そしたら昆布だしの中に、こちら、アサリですね。たっぷり入れちゃいます。さあ、どれだけ出汁が出るか楽しみですね。だんだん口が開いてきましたね。もうすげえわ。もうこの段階でだいぶ乳白色。こうやってアクを取りと。アサリのお吸い物はこのアクを取るのが大事なんですよね。このアクには昆布のぬめりとかアサリの汚れが入ってますんでね。うわ、すげえ。アサリが開けば開くほどスープが白っぽくなっていく。すごいんだけどこれ。異常なまでに身が入ってる。しかもなんか縮まないんですよね。いや、これはね、日本一って言われるだけはあるな。そしたら全部口が開きましたら、そこにちょっと日本酒ちょこっと、ほんで香り付け程度に薄口醤油を一たらし。 OK、 お吸い物の完成。いらんことはしません。次は酒蒸しを作っていきましょうか。まずはフライパンに油をちょっと、でそこに刻んだニンニク、自分の好きなだけ入れてください。できればチューブとかじゃなくて、こういう丸のニンニクを刻んだ方が美味しいですよ。はい、ニンニクの香りが出てきたら、そこに少し鷹の爪を入れましょう。ピリリと効かせます。そしたらここにアサリを加えていく。あえて大アサリと鬼アサリも入れときました。大アサリはさすがに砂入ってるかなと思うんですけどね、物は試しでやってみたいと思います。で、そこにお酒で蒸していきます。アサリちゃんたちは蓋開いたんですけど、大アサリと鬼アサリちゃんがまだですね。もうちょっと加熱します。よし、口が開きました。そしたらこちらのうまみたっぷりのスープをさーっとかけたら、はい、こちらアサリの酒蒸しにんにく風味の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。シンプルが一番なのですよ。ではまずはこちらお吸い物からいきます。いただきます。これはすげえな。
でこんな濃いアサリの出汁を体内に摂取したの初かもしれないですね。すっげえうめえ。うわ、アサリのうまみってこんなすごいんだ。うわ、身もうまい。全然出し殻になってない。うまっ。この口の中に余韻で残るこのアサリのうまみが半端じゃない。普通にいつでもお値打ちで売ってるアサリ、あれの5倍以上のうまみがありますね。これ正直僕、貝のお味噌汁の出汁はアサリよりハマグリの方が美味しいなと思ってたタイプなんですよ。お吸い物とか特に。別物、ハマグリの出汁とはまた全く別ジャンルのうまみがありますね。このお吸い物でお酒が飲める、そのぐらい味が濃い。うまい。次こちら、アサリの酒蒸しいきましょう。これですよ、大きいですね。身の縁という縁のところまでにパンパンに入ってます。いただきます。銀色のやつ。このアサリが口の中に残ってる段階で飲みてー。いただきます。うめえ。今年入って食べた食べ物で一番うまいかもしれない。本当にうまっ。食べ応えが半端じゃない。これアサリの酒蒸し食ってる感覚じゃない。まるでね、ステーキかなんかをこう頬張ってるかのような、そのぐらいの食べ応えとか口の中に入れた時のインパクトがありますね。これ鬼アサリも食べてみましょう。ちょっと殻が違いますよね、これ。鬼アサリもうまい。味が濃いわ。あんまピリピリとは感じないですね。そもそも唐辛子が入ってるんで、そのピリピリがあるんでちょっとわかんないですね。めちゃくちゃうまいですよ、鬼アサリ。大アサリ食べましょう。大アサリいただきます。大アサリだ。うまい。大アサリもうまいわ。こんだけたくさんのアサリから出た出汁が大アサリにもまとわりついてるんで、もうなんか大アサリが大アサリの味じゃないみたい。アサリの味になってる。お酒飲む方だったらこの組み合わせはねえ、もう言わずともね、それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は日本一のアサリと呼び声の高い鍛冶島のアサリを自分で取ってきて食べてみましたけども、確かにあれは日本一と言いたくなる、そんな味でしたね。僕は日本全国のアサリをまだ食べたわけじゃないので日本一うまいと断言はできないんですけど、僕の今まで食べた中のアサリではナンバーワンですね。出汁の出方とか甘み、内臓のあのクリーミーさ、粒の大きさ、もうなんかどれをとっても一級品ですね。多分いろんな条件が合わさってあんな美味しいアサリになったんですね。多分植物性のプランクトンがたくさん流れてきたりだとかで、ああいう岩場なんでアサリがしっかり定着するんですよね。だから大きいのが多いのかな。とにかく美味しかった。いや、これはね、僕せっかく愛知県に住んでるんで毎年取りに行きたいなと思いましたね。そのぐらい美味しかった。はい、というわけで今日おしよう。よいしょ。バイバイ。